こんにちは、トミーです。皆さん、台所ではどのような布巾を使われていますでしょうか。私は通常布巾として売られている商品は漂白の手間があるのでやめて、洗って使えるペーパータオルという商品を使っていました。ただ繰り返し洗って使えるとはいえ、数回が限界で使い捨てには変わりなく、環境負荷の観点で他にいい方法がないものかと探しておりました。で、最近一旦結論が出ました。それがさらしです。さらしとは色を抜いた木綿の生地で、通気性と吸収性が抜群のため、日本では古くから台所で使われてきました。私が使っているのは玉川さらしというほんとベーシックな日本製のものです。10メートルあるので使い方に応じて切って使っています。切り込みを入れることで簡単に手で裂いて切ることができます。手触りは薄くてサラサラしています。最初はほつれますが、洗濯を繰り返すと落ち着いてきます。同時に生地もだんだん柔らかくなってきます。ということで、さらしを使う生活にシフトしたんですが、いろんな使い方ができてとても便利だったのでご紹介していきます。まずは食器拭きや台拭きとして、2人分1回分の食器には十分な吸水性がありますし、ぎゅっと絞るとまた水を吸うようになります。1回使ったら水洗いをしてかけておけば、雨の日でもあっという間に乾いてくれて全然臭くなりません。これら使用済みのさらしは毎日洗濯しています。キッチンペーパーと違って何度も繰り返し使えるので、環境フレンドリーで気持ちがいいです。豆腐の水切りやヨーグルトの水切りにも活躍します。夏になるとよく食べるのがゴーヤーチャンプ。豆腐をしっかり水切りしてあげるとベタつかず美味しいです。木綿豆腐をさらしで巻いて重しをし、冷蔵庫で1時間ほど置いておきます。
しっかり水が切れていますね。これを鉄のフライパンで焼き目をつけて仕上げると美味しいです。サラダを作る際にも活躍します。例えば葉物野菜のサラダ。葉物野菜はあらかじめ水につけておいてパリッとさせてからさらしを使ってしっかり水気を拭き取ります。野菜の水気を絞るのにも使えます。例えば塩もみきゅうり。塩をして5分ほど置いたきゅうりをさらしを使ってしっかり水気を切ります。手で絞るよりも水をしっかり抜くことができるので水っぽくならず美味しく仕上がります。蛍光漂白剤を使っていないので食品にも安心です。はい、いかがだったでしょうか。今回は布巾やキッチンペーパーをやめてさらしを使ってみたら結構便利だったというお話をしました。調べてみると今回ご紹介した使い方以外にもコーヒーを入れる際のフィルターとして使えたりラップ代わりに使えたりとまだまだ可能性があるみたいです。個人的にこういう日本に古くからある便利な道具は好きですし大切にしていきたいと考えています。それでは今日はここまで。終わり。